皆さんこんにちは。今日はですね、僕たちが手掛けるニュースルームの革命というものについてお話をしていきたいと思います。僕は今年の春まで日本のそしてアジア最大と言われるテレビ局でニュースキャスターとリポーターをしていましたが、この春退職しました。テレビという限られた時間の中でニュースを伝えることに限界を感じていたからです。大きな事件災害別ですが、通常ニュースというのはだいたい2分から3分程度、もしくは短いものだと1分10秒ぐらいしか扱えません。皆さんご存知のように社会はそんなにシンプルではないですよね。事件や事故に関わった人たちの思い、そしてさまざまな社会問題の背景というのはとても複雑です。例えばこんなことがありました。僕がかつて沖縄県の普天間基地の移設問題の取材をした際、アメリカ軍の基地に反対する大勢の沖縄の人たちの声に混じって、地元の高校生たちがこんなことを言うんです。基地がなくなったら困る。就職する場がなくなってしまう。父親も母親も基地で働いていて、基地がなくなったら私たちの家族は一体どんな生活になってしまうのか。堀さん、ぜひこのことも伝えてください。しかし残念ながらこのインタビューはその日のニュースでは放送されませんでした。なぜならちょうどその頃、何十年かぶりに沖縄ではアメリカ軍の基地に反対する大規模な集会が準備されていました。その日のニュースのテーマはまさに沖縄の怒り。なので基地がなくなったら困るんですという話が当時はなかなか伝えられなかったんですね。すぐさま沖縄から東京の上司に電話をして、何を言ってるんですか、沖縄の雇用問題を考える上ではまさに伝えなければいけない視点だったんじゃないんですか。堀、気持ちはわかるんだが、今日のテーマから少しそれてしまう。またその複雑な状況を伝えるには私たちには時間が足りない。今日は諦めよう。結局お蔵入りになってしまいました。そして皆さんもよくご存知の東京電力福島第一原発の事故。パニックを起こしてはいけない。社会的な不安を煽ってはいけない。国益を損なってはいけない。スポンサーの意向に逆らってはいけない。いろいろな理由からテレビ局がこの原発の事故のニュースを扱うのは非常にデリケートな問題として捉えられています。みんな慎重です。ただ今インターネットを使っていろんな情報が出ている中、テレビや新聞を見てもなかなか本当のことがわからない。そうして疑心暗鬼を膨らましていく人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。例えば最近でいうと、原発やその周辺の施設から海に流れ出ている汚染水の問題。2011年の事故が起きた直後から専門家の中には、汚染水の問題を早く対策を取らなければ大変なことになる、こうした主張をする人たちはいました。しかしながら国内で大々的にこのニュースが報じられるようになるのは今年7月、東京電力が公にこの汚染水の問題を世の中に発表してからのことです。どうでしょうか皆さん。今私たちはニュースルームというのを大きく変えなければいけません。事故から2年半経ってパリに本部を置く国境なき記者団というグループが世界の報道の自由度ランキングというのを発表しました。今年日本は前年の31位から53位に後退してしまっています。伝えたくても伝えられないことがある、伝えきれないことがある、こうしたジレンマを抱えているメディア人は僕たちだけではありません。今ニュースに関わるいろいろな人たちが新しい試みを始めようとスタートさせています。その一つが去年僕が仲間たちと共に立ち上げた8ビットニュースというインターネットを使った投稿型のニュースサイトです。これは登録をしてもらえれば一般の人が誰でも手元のスマートフォンなどを使って自分で撮影した動画をインターネットにアップロードすることができるという仕組みです。これまでにサービス開始から1年間で1000本以上の動画が投稿されて、動画の総再生回数は25万回以上、世界86カ国からアクセスがありました。
地域が抱える問題、もちろん原発、そして TPP など、なかなかテレビや新聞を見ていても伝わってこないような細かな現場の情報というのも映像で上がってくるようになりました。ニュースを取材したいという人がいれば、僕たちメディアの人間が一緒に撮影する技術を共有したりとか、取材の相談に乗ったりもします。今流れているこの映像は去年春、長野県に勤めていた会社員の男性が自分の目で原発の中の様子を見て、しっかり社会の人に本当のことを伝えたい、そう願って会社を辞めて福島の原発に働きに出た時の映像です。で、彼は原発に向かう直前に私のところに来て、何か自分が見たものを広く社会に伝える方法はないか、相談に来てくれました。なので私たちはカメラの撮影の仕方、記録の仕方、いろいろな技術を彼とシェアをして福島に向かいました。数ヶ月経って送られてきた映像は非常に驚くものばかりでした。何が明らかになったか。東京電力以下何重にも連なる下請け構造の中で給料のピンハネが行われていたり、さらには18歳19歳の未成年が放射線の知識も持たないまま現場で働かされていたり、さらにはですよ、現場での作業経験がないのにあたかもそこで働いた経験があるかのように下請けの企業が仕立てて元請けの会社に送り込んでいくような実態というのも音声と映像で記録されていました。結局この問題、インターネットの動画にアップロードされてからテレビ、新聞、雑誌などが取材に来て、最終的にはその年の年末に東京電力が下請け各社に対して実態把握に努めるアンケート調査を行ったり、さらには労働基準監督署が一部の会社に注意を行ったりと、現場の実態を改善するためのアクションというのが取られました。これは一般の会社員の男性が勇気を持って映像を発信したから起きたことです。そうした中で私たちはやはりこう思います。僕たちのような技術を持っている職業メディア人と現場にいる一般の人たちが協力してニュースを作るようになれば、前進しない社会問題というのは何か解決されるんじゃないか。その際、皆さんと今日共有しておきたいのはこの2つの言葉、オープンジャーナリズムとパブリックアクセス。まずオープンジャーナリズムという考え方は、まさに今8ビットニュースで実践していることです。ニュースの情報をまず表に出す。で、その情報に対して一般の人たちがいろんな知識やいろんな経験、いろんな映像、情報を持ち込んでみんなでニュースを作り上げていく仕組みです。ただこの一般といった時に皆さん何も知らない市民のことを思い浮かべるかもしれませんが、そうじゃないんです。この一般の中には今映像に出てきているような大学の研究者、弁護士さん、お医者さん、臨床心理士さん、そして例えば主婦の方でも自らいろいろな悩みを抱えているまさに社会問題の当事者であるケースもあります。そうして一時情報を持った人たちと私たちメディア人がオープンな場で情報を共有しながらどんどんニュースの中身を更新していくという取り組み、これがオープンジャーナリズムです。去年イギリスの老舗の新聞会社ガーディアンの編集長がこんなことを言っています。私たちジャーナリストは世界で唯一の専門家ではない。つまりこれだけ多様化して流れの速い時代、いろいろな人たちとの協業がなければ本来のジャーナリズムは実践できないというものなんです。つまりこれまではニュースというのは編集して精査して完成品が出るまでその中身というのはオープンにされてきませんでした。しかしその中身を公開すれば一方ではメディアに対する疑心暗鬼がなくなり、一方では速いスピードで情報を多角的に検証する仕組みが出来上がる、そういった理想に支えられたものです。で、もう一つが先ほど言ったパブリックアクセス。この言葉皆さん聞いたことがありますか？実を言うと日本以外の先進国には認められている権利で、日本では法律で認められていない権利なんです。パブリックアクセス、つまり国家の資源は国民であれば誰でもアクセスすることができる権利、使うことができる権利。例えば電波っていうのも国の資源ですよね。ですので
例えば欧米各国では誰でも自由に電波を使って発信することができる権利というのは保障されています。アメリカでは1950年代から60年代にかけての公民権運動の時に、そして韓国では1980年代民主政権が誕生した時に電波が市民に開放されました。誰かが自分が取った情報、自分が掴んだ情報を電波に乗せて発信したいという時に、その映像をテレビ局に持ち込めばテレビ局は放送しなければいけないという権利が法律で保障されています。例えばイギリスでは BBC、 公共放送 BBC が専用の番組を作るだけではなくて、 BBC のカメラマンやディレクターが市民と一緒になってニュースの取材をする、そんな取り組みも続けてきています。最後に大事なことを皆さんとシェアしたい。でそれは、そうしたことを実行していくためには一番何が大事かというと、私たち一人一人の意識の問題です。今流れている映像はまさに一般の皆さんが投稿してくれた映像なんですが、最近僕はニュースのインタビューをするときに質問の仕方を変えています。皆さん、今さまざまな課題を日本は抱えていますが、その課題を解決するために何が必要なんでしょうか。いや政治を変えなきゃいけないね、経済を良くしなければいけない、給料をね上げてもらわなきゃ困るんだよ、弱者を切り捨てはいけないんだ、こんなインタビューをこれまでしてたんですが、ある時からこう変えました。いや今日本にはさまざまな課題がありますよね。非常に政治や経済も問題を抱えています。それらを改善するためにあなたは何をしますか。僕がですか。私がですか。そうなんです。ご主人が今景気が悪い、経済が悪いと嘆いているこの状況を改善するためにあなたは何をするんですか。私はじゃあ会社で若い社員たちに研修を行いながらもっともっとイノベーションが起こるように頑張りたい。私は困っている人が横にいたらじゃあ何か話を聞くところから始めたい。あなたは何をしますかと問いをかけをすると途端にみんな考え始めてくれるんですよね。でニュースはメディアだけが変わっても何も変わりません。オープンジャーナリズム、パブリックアクセス、これが実現したとしてもおそらく社会問題は何も解決しないと思います。しかしながらそこに情報を寄せてくださる皆さん、そこに参加してくださる皆さんが自分たちの力で何か社会を変えようと思って発信を始めていただければ、絶対にこれは世の中が変わります。今この国には働いても働いても年収が200万円以下という人たちが労働人口のおよそ4分の1、1100万人以上いると言われています。毎日の生活でこの日本を良くしよう、何か課題を解決しようと考えながらお金も集めなければいけない、そんなのは非常に大変かもしれません。でも皆さんのポケットの中にはスマートフォンなど携帯電話があります。ハイビジョンの動画が撮れます。もしどうしても自分の窮状を世の中に知らせたい、隣にいる困っている人をどうにか助けたいという人はこのスマートフォンを覗いてみてください。そして僕らに相談をしてください。責任を持って一緒になってニュースを作って、そしてより大きなメディアにその映像を橋渡ししながらみんなで問題解決をするための知識を集めて変えていきたい、そんな思いでいっぱいです。ニュースを作るのはまさに皆さんです。ニュースは知るだけではありません。ニュースルームの革命を皆さんでぜひ起こすことができたらと思っています。力を貸してください。ありがとうございました。